もしあなたが最も信頼するエース社員から突然辞めたいと告げられたらどうしますか？この深刻な問いに答える鍵、それが収入の 10% ルールです。全3回のシリーズでお届けする今回の解説、第1話では優秀な人材が去る本当の理由を解き明かします。わずか5分であなたのマネジメントが変わるヒントをお届けします。ここで一つのケースを見ていきましょう。主人公は42歳のマーケティングマネージャーケイタです。彼がまさに最も信頼していた部下から突然の退職願を突きつけられます。もちろんこれはただ一人の社員が辞めるという話ではありません。彼のマネジメント能力そのものが問われる、まさにキャリアの大きな岐路、その始まりだったのです。そして部下が口にした退職理由、それがもっと成長できる環境を探したい。この言葉がケイタの胸に深く突き刺さります。これは部下の問題じゃない。もしかしたら原因は自分自身のリーダーシップにあるのではないか。彼はそう痛感せざるを得ませんでした。ここからが本題です。そもそもなぜ優秀な社員は会社を辞めてしまうのでしょうか。その本当の理由を明らかにするために、まずは多くの管理職が知らず知らずのうちに陥ってしまっている罠から見ていくことにしましょう。多くの場合、マネージャーはつい部下や会社の環境に原因を求めてしまいます。ですがケイタは違いました。問題の根源は他の誰でもなく、マネージャーである自分自身にあるのではないか、そう考えたのです。この内側への視点の転換、これこそが全ての解決に向けた最も重要な第一歩となりました。では、自分に原因があると気づいたケイタは具体的に何から手をつけるべきだと考えたのでしょうか。その答えは3冊のビジネス書の中にありました。彼がそこから導き出した最初の行動原則、それが 10% の自己投資だったのです。まず、お金の心理の著者斉藤ひとり氏が提唱する哲学は非常にシンプルです。それは収入の1割を誰のためでもなく、まず自分自身のために確保するということ、つまり貯金です。しかしこれはただお金を貯めるという行為ではありません。自分という最も重要な資産を何よりも大切に扱っているのだという意思表示、その基本的な姿勢が問われているのです。この教えに触れてケイタはハッとします。自分自身への投資を完全に怠り、いつの間にか成長を止めてしまっていた。そんなリーダーの姿を部下たちは敏感に見抜いていたに違いないと。自ら成長しようとしないリーダーが部下の成長を促すことなどできるはずがなかったのです。しかし自己投資というのは何も貯金だけを指すわけではありません。次のケイタが出会ったのが作家森博氏が示す一見すると全く逆の、いわば逆説の知恵でした。貯金とは全く反対のアプローチに見えますが、実はその根底には全く同じ本質が流れているのです。こちらをご覧ください。斉藤ひとり氏が言う収入の 10% を貯金すること、そして森博氏が言う収入の 10% を情熱のために使うこと。この2つ、アプローチは貯めると使うで真逆ですが、実は目的は全く同じです。それは他人や状況に流されることなく、自分自身を最優先するという絶対的なルールを自分の中に確立すること。これこそが 10% ルールの待つ、いわばコインの裏表なのです。特にこの森博氏の言葉はまさに確信をついています。お金があるから使うのではない、やりたいことがあるから稼ぐのだと。つまりお金を稼ぐこと自体が目的になってはいけない。お金とはあくまで自分の情熱を実現するための一つの手段に過ぎない。この考え方の転換が求められているのです。この言葉を受けてケイタは自分自身の心の声と向き合うことになります。彼が本当にやりたかったこと、それは日々の管理業務に創殺されることではありませんでした。マーケティングの最前線で新しい知識を学び続けることだったのです。リーダー自身がその情熱を見失ってしまえば、そのよどんだ空気は必ずチーム全体へと伝染していくものです。これこそがチーム停滞の本当の原因だったと彼は気づきます。さて、理論はここまでです。ここからは実践に移ります。自己投資への意識を変えるだけではもちろんチームは変わりません。そこでケイタはここまでの気づきを誰にでも使える具体的なマネジメント手法、即時強化という形に落とし込み実行に移すのです。まさに斉藤ひとり氏が説く通り、知識というものは勇気を持って行動に移したとき、初めてその価値が発揮されるのです。ケイタはこの言葉を胸に、学んだばかりの即時強化という考え方を早速チームマネージメントで実践してみることにしました。
では、啓太が実践した即時強化とは具体的にどんなものだったのか。それは驚くほどシンプルな3つのステップから成り立っています。まずステップ1、部下が何らかの主体的な行動を起こします。するとステップ2、マネージャーはその内容を細かく評価する前に、まず行動したスピードや姿勢そのものも間髪入れずに承認する。その結果、ステップ3として承認されたポジティブな行動が強化され、次のさらに良い行動へとつながっていく。ここでのポイントは結果の完璧さではありません。まず動いたという事実そのものを認めてあげること、これにつきます。では、なぜこのシンプルな手法がこれほどまでに強力なのでしょうか。それはお金は歴史で儲けなさいの著者茅圭一氏が説くように、これが時代や環境に左右されない人間の普遍的な本質に基づいているからです。つまり誰かに認められたいという承認欲求です。行動そのものを褒めるという行為は、この根源的な欲求に直接を与える最もシンプルでかつ効果的な方法なのです。自分への投資の重要性に気づき、即時強化という新しい武器も手に入れた啓太。これでチームは変わるはずでした。しかし彼の前には固い決意だけでは到底乗り越えられない次なる大きな壁が立ちはだかっていたのです。ここで一度啓太が立てた3つの誓いを整理しておきましょう。1つ、収入の 10% を必ず自己投資に充てること。2つ、日々の業務より自分の学習への情熱を最優先すること。そして3つ、部下のポジティブな行動は間髪入れずに強化すること。これこそが彼が見つけ出した自分とチームを再生させるための明確なロードマップでした。しかしです。これだけ固い決意を固めたにもかかわらず、その誓いは日々の忙しさの中で驚くほど簡単に脆く崩れ去ってしまいます。なぜ新しく始めようと決めた良い習慣はこうも長続きしないのでしょうか。これこそが多くの人が陥る、そして意志を力だけでは決して乗り越えることができない習慣化の罠なのです。次回の第2話では、この厄介な習慣化の罠を乗り越えるための具体的な方法を解説します。ポイントは意志の力に頼らないこと。良い習慣がいわば自動的に継続してしまう環境設計の技術、その秘密を全て解き明かします。このシリーズの最後まで見届けたいという方は、ぜひチャンネル登録をして次回の解説をお待ちください。